皆さん、日本語のすみませんは英語の sorry の意味だけだと思っていませんか？実は日本人が話すすみませんには3つの全く違う意味があります。これを知らないと日本へ旅行に来た時、今のすみません、どういう意味だろうってちょっと困ってしまうかもしれません。今日は日本語のテキストを見るだけでは少しわかりにくいすみませんの使い方をシェアします。ぜひ最後まで見てくださいね。皆さん、こんにちは、ゆきです。このチャンネルでは日本語を勉強し始めたばかりの人のためにゆっくりわかりやすい日本語で話しています。私は日本にある日本語学校で日本語を教えています。ぜひ日本語のリスニングやイマージョン学習にこの動画を使ってくださいね。特に海外にいる人は日本語を聞いたり話したりするチャンスがあまりないと思うので、このビデオを繰り返し見て日本語をたくさん聞いてくださいね。ではまず一つ目のすみません。これは皆さんもよく知っているごめんなさい I'm sorry の意味のすみませんです。例えばとても人が多い道を歩いているとき、前から歩いてきた人とすれ違うときにカバンがぶつかってしまったとします。その時に、すみません。ぶつかってしまったら、すみませんと謝った方がいいです。もし、すみませんと言わなかったら、マナーが悪い人と思われてしまうこともあるので、トラブルにならないように、すみませんと言った方がいいです。じゃあ、2つ目のすみません。これは誰かに話しかけるときに使います。英語で言うと、excuse me のような意味で使います。知らない人に話しかけるときによく使います。例えば、電車に乗っているときに、目の前に立っている人のカバンのファスナーが少し開いていたとしましょう。この人は気づいていないかもしれません。でも、カバンのファスナーが開いていたら危ないですよね。誰かにお財布を取られてしまうかもしれません。教えてあげた方が優しいですよね。でも、知らない人にいきなり話しかけるとびっくりします。ですから、これから話しかけますよというのを伝える意味でも、すみません。カバンのファスナーが開いていますよ。カバンのチャックが開いていますよ。と伝えるといいです。他にも、電車の中だけではなくて、駅でどこまで切符を買えばいいかわからないとき、駅員さんに話しかけるときも、すみませんで始めるといいです。お店の人やホテルのフロントで何かお願いしたいとき、そうですね、すみませんで始めるのがいいです。ここで一つ皆さんに質問です。日本のレストラン、日本で外食をするとき、レストランや居酒屋で手を挙げて大きな声で、すみませんと言ったことはありますか？よかったら教えてください。実は日本では手を挙げて、すみませんと大きな声で言うことは
マナー違反にはなりません。問題ないので、日本へ旅行に来たときは、周りを見てみてください。そしてやってみたいなと思ったら、ぜひ、すみませんと言ってみてください。あと、そうですね、居酒屋などに行くと、大きな声を上げなくても、席にお店の人を呼ぶためのベルがついていることが多いです。大きな声でも居酒屋だと皆さんがおしゃべりをしていて、なかなか店員さん声が聞こえないことも多いので、ベルを押して店員さんを呼ぶことができます。はい、では最後3つ目のすみませんです。これは少しわかりにくいかもしれません。でも日本文化特有という感じがします。実は日本人はありがとう、Thank you の意味でもすみませんを使うことがよくあります。例えばさっき電車の話をしました。電車の中で前に立っている人のカバンが開いていて、すみません、カバンが開いていますよって教えてあげたら、教えてもらったら皆さんどうですか？カバンが開いていることに気づかないでここまで来てしまった。でもそれを知らない人に言われて恥ずかしいですよね。恥ずかしいっていう気持ちと、あと教えてくれてありがとう。気づかなかったので、教えてくれてありがとうという気持ちもありますよね。ですから、そういうありがとうという気持ちを伝えるときに、すみませんという言い方をします。もちろん、すみません、ありがとうございますという時もあります。ありがとうございますでもいいですが、ありがとうございますの意味で、すみませんということもよくあります。どうしてありがとうなのに、ありがとうと言わないで、すみませんと言ってしまうんでしょうか。これはやっぱり日本の文化と深く関わっているような気がします。もちろんありがとう、教えてくれてありがとうの気持ちもありますし、あの、私のためにこんなことをしてくれてすみませんという気持ちも入っていますね。時間を取らせてしまってすみません、ごめんなさいの気持ちもありますし、いろんな気持ちが入っているすみませんですね。少し分かりづらいのですが、日本人の思いやりが入ったすみません。もしかすると、すみませんの言い方が少し違うのに、だんだん慣れてくると気がつくかもしれません。皆さんは今まで日本へ旅行に来たり、日本人と日本語で話すときに、すみませんと言われて意味がわからなくて困ったことはありますか？もし何かエピソードがあればコメントに書いて教えてください。いつも皆さんのコメントを読むのをとても楽しみにしています。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつも皆さんが応援してくれるので、その応援が私のパワーになっています。ではまた次の動画でお会いしましょう。今日もいい日になりますように。じゃあまたね。バイバーイ。